にちは、ミルです。皆さん、鬼は外、福は内って聞いたことありますか？これは節分の日に豆まきというのをするんですけど、その時に使う言葉です。鬼は外で鬼は外、福は内で福は内なんですよ。で、この節分の日にお豆を家の窓や玄関から鬼は外と言いながら外に撒きます。撒くってね、散らすとちょっと似てるんですが、例えばお相撲さん。お相撲さんは土俵に塩をね、撒きます。あとは夏。夏はとても暑いですよね。そこで家の前のね、道路に水をまきます。すると気温が少し下がりますよね。これね、まくです。で、鬼は外と言いながら豆を外にまきます。なので、家の前はね、お豆がたくさんになりますよ。そして、今度は福は内と言いながら部屋の中に豆をまくんです。なので、家の中がお豆でいっぱいになります。じゃあちょっと詳しくお話をしますね。まず、節分というのは季節を分けると書いて節分です。2024年の節分は2月3日です。で、2024年の2月4日が立春なんですけど、立春って、春が経つと書いて立春です。立春というのは春の始まりという意味です。立春の日に季節が冬から春に変わります。ということで、立春、春の前日が節分、季節を分ける日ということになります。前日って前の日という意味ですよ。で、これを聞いて気づいたことはありませんか？節分って季節を分けるという意味ですよね。ということは、実は1年に4回節分はあります。だって春、夏、秋、冬、季節は4つありますからね。はい。冬と春を分ける節分。春と夏を分ける節分。夏と秋を分ける節分。秋と冬を分ける節分の4回あるんですよ。そして、冬と春を分ける節分が春分の日の前日と言いましたよね。じゃあ、夏が経つと書いて立夏と読むんですが、この日の前日が春と夏を分ける節分になります。そして、秋が経つと書いて立秋。この日の前日が夏と秋を分ける節分。そして、冬が経つと書いて立冬。この日の前日が秋と冬を分ける節分ということになります。でね、旧暦では立春が1年の始まりと言われているので、立春の前の日の節分。だから今年だったら2月3日はおめでたい日とされているんですよ。お祝いです。春、夏、秋、冬とか春夏秋冬というように春から読み始めますよね。だから春は1年の始まりですね。ということで、立春の前の日の節分、今年は2月3日が1年の最後の日ということになります。じゃあ、そのね、1年最後の日に何をするのかというお話なんですが、私は毎年
豆まきをします。最初に言ったね、鬼は外、福は内と豆をまきます。これね、小学校でもやりました。今も多くの小学校でやってると思いますよ。授業の時間にね、鬼のお面を作るんですよ。そして先生が鬼になります。で、鬼は外と言いながら先生に豆をまくんですよ。まあ、まくというより投げると言った方が正しいかもしれないですね。鬼は外に行けと言って豆を投げるんです。でね、面白いのが、これ家でもやるんですよ。家ではお父さんが鬼になります。まずね、準備が必要ですよ。外でお父さんが鬼のお面をつけます。そしてね、玄関から鬼が来たぞーと言って家に入ってくるんですよ。それで私とかね、お母さんが鬼は外と言ってお豆をまくんです。まくというか投げますね。この時だけは思いっきり投げますよ。でね、お父さんがね、わー痛い痛いって言って家の外に逃げていったら、今度は福は内と言って家の中にお豆をまきます。でね、うちでは全部の部屋にお豆をまきますよ。リビングとか寝室とかトイレ、お風呂。うちは2階建てなので、1階も2階も全部豆をまきます。だから、家の中はさっきも言いましたが、もうね、お豆でいっぱいになります。そして、その後、今度は年の数だけお豆を食べます。例えばね、小学生とかだと、ちょっとだけですよね。例えば10歳だったら10個とか。でもね、大人になったら大変なんですよ。特にね、おじいちゃんおばあちゃんなんて大変ですよ。昔ね、おじいちゃんは60歳だから6個にしようという感じで食べていましたよ。そして最後に家の中のね、お豆を掃除しておしまいです。楽しいですよね。はい。でね、ずっとお豆って言ってきたんですが、どんな豆をまくのかというと、いった大豆です。いるってフライパンとかにね、油をひかないで、そのまま火にかけたものなんですが、これを巻きますよ。スーパーとかコンビニにも鬼のお面と一緒にたくさん売っていて、そのまま食べたりすることができますよ。美味しいんですよ、これがね。で、どうして豆をまくのかというと、これね、言葉遊びですね。面白いですよ。魔を滅するという意味だそうです。魔を滅するで、豆。魔というのは、不思議な力を持っていて、人に災いを持ってくるものとされてますよね。悪魔とか、そういう言葉もありますよね。で、これを滅する、滅亡の滅ですね。それで豆。昔の人は病気は全部鬼が持ってくると考えていたそうなんですね。そこで悪いことをする鬼が来ないようにと願って豆をまいたというわけです。つまりね、節分の豆まきというのは一年の最後の日に鬼を退治して新しい年を迎えましょうという意味なんですね。それから中国の古典に大豆は鬼、毒を殺して痛みを止めると書かれているそうで、それもね、理由の一つと言われていますよ。じゃあなんで大豆を煎るのかというとね、これも面白いんですよ。前のね、ポッドキャストで語呂合わせのクイズしましたよね。ここでもね、語呂合わせなんですよ。鬼を煎るの煎ると豆を煎るの煎る。音が同じですよね。煎る。
だから、いった豆を使うんですって。鬼をいるのいるって、矢を当てるという意味です。なので、鬼をいるは、鬼に矢を当てるという意味なんですよ。はい。でね、最近というか、1990年代から全国に広まったものがあります。それはね、恵方巻きと呼ばれるものですよ。お寿司で巻き物ってありますよね。巻き寿司とも言います。そのね、太巻きです。細いのじゃなくて太い巻物です。これをその年の縁起がいい方向を見ながら食べるというものです。これね、大変なんですよ。やったことあるんですけど、この太巻きはね、7つの具が入っているんですよ。皆さん、七福神って知っていますか？福を持ってきてくれる神様たちです。それぞれ紹介すると、まずね、財運、音楽、芸能の神様である弁財天。それから、厄除けの神様である毘沙門天。財宝、開運、子孫繁栄の神様である大黒天。商売繁盛、五穀豊穣、大量祈願の神様の恵比寿。正門来福、夫婦円満、人徳の神様の布袋。あと2つね。長寿延命、立身出世、子孫繁栄の神様の福禄寿。で、最後が長寿延命、傷病平癒の神様の寿老人。はい。このね、七福神というのは、福を持ってきてくれるからすごく縁起がいいと言われていますよ。なので、恵方巻きの具も7つにしたんですって。だからね、本当に太いんですよ。で、これね、恵方巻きを食べるというのは、もともとは関西でやっていたそうです。そう、だから私全然知らなかったんですよ。それがね、なんとコンビニのセブンイレブンが恵方巻きを販売しようと決めて、日本全国のセブンイレブンで販売して、このね、恵方巻きを食べるという習慣を全国に広げたんですよ。だからね、今はもうそろそろですね、コンビニとかスーパーに行くと、太巻きがね、たくさん売られているんですよ。皆さんどうですか？やってみたいですか？今年の恵方って縁起がいい方向は、東北東です。なのでね、その東北東を向いて、東北東に向かって恵方巻きを食べるんですよ。でね、これ注意してほしいのが、この恵方巻き、実は最後まで全部食べないといけないんです。途中でやめてはいけません。大変ですよ。なぜかというと、良い縁を切ってしまうからとか、幸運を切ってしまうからなんですって。だからね、恵方巻きをやってみたい人は、ぜひね、お腹が空いている状態でやってみてください。すごくお腹いっぱいになりますよ。はい。ということで、今日は、鬼は外、福は内の節分についてのお話をしました。じゃあ、バイバイ。